はい、皆さん、こんにちは。本日もですね、サブスタン 3D 道場の時間がやってまいりました。はい、今回はですね、もうこの間結構大きなアップデートがございましたサブスタン 3D デザイナーのバージョン15のですね、アップデートをですね、ご紹介したいと思います。ちょっとですね、この暑さに負けないよう私も頑張っていきたいと思います。皆さんも頑張っていきましょう。はい。で、今回ですね、ちょっとこんな感じのなんですが、本日のトピックといたしまして、デザイナー15.0見どころ紹介、そしてですね、レンダラーのアップデートですね、ポストエフェクトも復活しました。そしてトランスリューセンシーなどの透過表現が確認可能となっております。こちらをですね、シンプルなデータで確認していきましょうという感じでですね、あと最後に関西道場の告知もですね、行わせていただきたいと思います。はい。そんな感じでですね、今回ちょっとですね、気合を入れて2つほどデータを作ってきたんですが、左側がですね、ちょっとダイヤモンドのデータとなっております。ここら辺もですね、トランスリューセンシーであったり、エミッシブであったりとか、そういったものをですね、使っております。で、こちら右側がですね、USD をですね、使用したデータとなっておりまして、これ本当になんていうんですかね、3D データとしては、3D オブジェクトとしては、プレーン2枚を重ねて持ってきております。そこら辺もですね、後ほど、ご紹介させていただきたいと思います。それではまず左のですね、ダイヤの方のデータから見ていきたいと思います。はい、こんな感じのですね、ノード群となっておりまして、今回はですね、こちらのノードはですね、いつもですね、例えば新規データ作成するときにコントロール N でこのメタリックラフネスっていうのをですね、で、作成していくんですが、アウトプットの、ですね、ノードがより多い、今回は、Adobe、何でしたっけね、これは、Adobe スタンダードマテリアル ASM というものでですね、作成しております。はい。ですので、ご覧いただくように、こちらからですね、カラー、普通のメタリックラフネスの情報と、この下にはですね、光の反射の仕方の情報とかですね、あとコートの情報とか、そういったものをですね、ASM ではですね、はい、付属することが可能となっております。で、こちらにですね、トランスリューセンシーであったりとか、デザイナーのアップデートになるんですが、今まではですね、こちらのビューですね、なんですが、今、透過表現がですね、一応確認できるような感じになっています。後ろが見えておりますね。で、今までは、こちらのレンダラーがですね、今パスタライザーになってるんですが、OpenGL だったんですね。はい。ですので、こういった表現でした。こういった感じの表示でしたね。で、プラスアルファ、環境項を今までくるくる回転させるときって、コントロールシフト右クリックだったでした。なんですが、シフト右クリックで他のですね、ペインターやサンプラーと同じような感じでですね、はい、環境項を回転して見ていくことが可能となりました。じゃあですね、先ほどのラスタライザーですね、すいません。もう一つパストレーサーっていうのがあるんです。それとちょっとごっちゃごちゃになっちゃいましたね。パスタライザーですね。こちらですね。はい、こちらですね。じゃあ GPU パストレーサーの方もですね、見ていきましょう。パストレーサーにするとどんな風なレンダリングになるのか。はい、よりですね、こういった感じのトランスリューセンシーも相まって、より、ダイヤモンドっぽい感じのですね、レンダリングが確認できると思います。こういうところをですね、やっぱりデザイナーの中で確認できるようになるっていうのはすごく強く、いいメリットができたのじゃないかなと思っております。またですね、こういうふうにライトを回転していくと、ちょっと光彩っぽい感じが見えるの分かりますかね。ちょっと画面拡大して、こんな感じですね。ちょっと光彩感、よりダイヤモンドっぽい感じのですね、光彩感が、確認できると思います。そちらがですね、先ほどこちらの数字のディスパーションとなっておりますね。こちらですね。で、これはですね、ちょっとここをちっちゃくしたい。はい。このディスパーションはですね、こちら右クリックで View in 3D View の中もですね、
こにですね、こちらにディスパーションという項目がありますので、ダイヤモンドディスパーションって調べたら 0.44 くらいっていうのが出てきますのでね、それで調べていただけるといいのかなと思います。はい。でですね、こちらも、ですね、こっちだ、ですね、こちらの、そうですね、ポストエフェクトの方もですね、復活しましたので、こちらも紹介していきたいと思います。今ですね、確かブルームの方がかかっているんですが、こちらはですね、カメラの方からですね、カメラのこちらの項目ですね、エディットプロパティーズ。はい。エディットプロパティーズからですね、プロパティがこちらに開きますので、この下に行きますとですね、はい、こちらにポスト FX というのがございます。でこちら今、ブルームはエネーブルになってるんですが、これオフにすると、こんな感じですね。で、オンにするとですね、ちゃんと今、光がふわーってくるような感じですね。スレッショルドもちょっと下げたりして、レベルを、例えば、20とかにするとピッカーンってなるのかな。10が最高ですね。失礼いたしました。はい。こんな感じですね。できますし、トーンマッピングもですね、このようにできます。はい。ちょっと PC がうなってきたので、こちらもですね、レンダラを普通のラスタライザーに戻したいと思います。今ですね、こちらを押したんですが、クリックしたんですが、こちらで Enable Path Tracer っていうのもですね、ここをクリックすればですね、いろいろできるようになります。はい。こちらがですね、環境音オンオフであったりとか、はいですね、こんな感じですね。で、こちらの影のやつはですね、Enable Shadow、これもですね、これもう一つのシーンの方が多分分かりやすいと思いますので、そうですね、今ちょっと分かりにくいですね。そっちの方で紹介していきたいと思います。はい。でですね、そうですね、こちらも、このレンダラから、そうですね、今までは、このマテリアルデフォルトエディットプロパティーズの中だったり、このマテリアルのですね、そうですね。その中にですね、ハイトレベルのですね、テッセレーションはあったんですが、これからですね、今回からですね、そちらが、こちらのレンダラーの方になりました。こちらのレンダラーのエディットセッティングからですね、はい、下の方に行きますと、サンプルとテッセレーションファクターっていうのがですね、ございます。これもですね、ちょっとこのシーンよりかは、後ほどの次のシーンの方が分かりやすいので、そちらで紹介していきたいと思います。はい。ちょっと確認しますね。ポストエフェクト、レンダラープルポストエフェクト、そうですね。で、トランスリューセンシー。はい。そちらをですね、もう一つのファイルでやっていきたいと思います。見ていきたいと思います。もちろんですね、こちらエミッシブとかもちゃんとありますので、そちらも例えばエミッシブこういう風にするとですね、エミッションがちょっと大きいかな。これをですね、ちょっと2とかにしましょうか。トーンマッピングじゃなくて、ブルームをですね、一旦キャンセルしましょう。そうすると、はい、こんな感じですね。エミッションもちゃんと出てきております。確認できますね。4とか、でパストレーサーにするとこんな感じですかね。はい。もうちょっと環境光を 1.6 から1に戻したりすると、よりエミッシブ感が感じるかなっていう感じですかね。あんま分かんないですね。そうか。あれですね。ブルームがないとエミッシブあんま分からないですね。そういうことですね。そうですね。デプスオブフィールドもあるんですが、デプスオブフィールド今ここでやってもあんまり意味がないような気もするんで、ちょっと次のシーンで見ていきたいと思います。なんとなくちょっとわかるかなっていうくらいですかね。はい。ちゃんとエミッシブしてますよっていう感じですね。はい。じゃあちょっと
見てみましょう。こちらですね、プレーンダブル SBS というデータになりますね。でトップ、ボトムとありまして、来ましたね。でこちらがですね、今シーンの方をですねラウンデドシリンダーにしておりますので、デフォルトのものですね、こちらをこのプレーンダブル、こちらに変えてみたいと思います。もう本当にドラッグ&ドロップで、はい、このようにですねシーンが読まれました。はい、こんな感じのシーンをですね、ちょっとこのイメージに近づけたいなと、右の画像のイメージに近づけたいなと思ったんですが、はい、ちょっと時間が足りませんでしたね、私の実力では。でこんな感じになりましたね。はい、でこちらがですね、本当にプレーンを2つ重ねているシーンとなっておりまして、ですね、例えば最初からじゃあどういうふうに持ってくればいいのかと申し上げますと、こちらですね、この、.sbs の方をですね、右クリックしまして、ここですね、このリンクの 3D シーン、ここからですね、はい、この USD をですね持ってきます。プレーン WUSD を持ってきます。でそれでですね、これをもうドラッグ&ドロップでっていう感じとなっております。でこちら、すごく便利なのがですね、2ついっぺんに表示したくないなという時は、この私の方でトップとボトムっていうふうに名前を付けているんですが、今トップの方がちょっと見たくないなっていう時はこうやってオンオフをデザイナーの中でできるんですね。はい、またですね、ライティングもちなみについてきます。こうやって、はい、で環境光もついてくるので、はい、ここら辺をオフにするとこんな感じでコントロールできますね。おっと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 、おっとっとっと、ちょっとやめましょうね。はい、これですね。はいはいはい。こんな感じでライティングもついてきまして、ここですね、ボトムとトップで分けてやっているという感じですね。で例えば今、そうか、こちらをですね、ちょっとシーンをですね、そうかそうか。ちなみに、そうですね、今、ボトムだけしか見えてないですね。で、例えば、こちら、このトップの方をですね、こうやってやろうとすると、これドラッグ&ドロップしてマテリアルに反映させたいじゃないですか。そういった場合はですね、ちゃんとここに、ボトムにするかトップにするかっていうのが、出てきます。出てきますので、今トップのマテリアル本当はトップに入れてるんですけど、ちょっと分かりやすいようにこちらにボトムの方にも、入れてみたいと思います。そうすると変更されますね。でこういうような感じに反映されます。はい、こんな感じですね。じゃあですね、こちらを戻しますね。ボトムの方に戻しまして、でトップも入れ込みまして、ライトも入れ込みます。はい、でそういってこんな感じでですね、単なる2つのプレーンで、高低差のあるですね、もう本当これハイトマップしてしかやってない、表現してないんですけれど、こちらでですねやっております。はい、で例えば先ほどのですねポストエフェクトについてちょっと見て、リアルタイムのビューでもあれですね、デプスオブフィールド反映されてたっぽいですね。今デプスオブフィールドオンにして F 値、できますね。でフォーカスディスタンスをいじって F 値と F 値も開けて、こんな感じでできますね。はい、はい、ですね、よしよし、OK、じゃあ00にしまして、ちょっとビューを軽くしておきますね。で、例えば、あとですね、こちらの
ここの結構大きく変わってる気がするんですよね。ここのテッセレーションファクターのところとか、これ本当ファクター本当1ポリゴンしか1ポリゴンで全部やってるので、テッセレーションを下げちゃうとこういう風にちゃんとしっかりとガタガタになりますが、8くらいにしておけばですね、ちゃんとなるわけですね。はい、こんな感じですね。でこちらですね、トップの方にですね、はい、トップの方に先ほどちょっとダイヤモンドの方でご紹介したこのトランスリューセンシーとかのマップをですね入れております。使っております。はい、でこちら他の部分なんていうんですかね、見せたくないのでオパシティでもですね同じマテリアル、同じ画像かイメージを入れてこうやって切り抜いています。でこちらはですねヒストグラムですねヒストレンジの方でこちらハイトをですね調整していますね。はい、ですのでヒストレンジのポジションをですね移動させるとこの水位がですねこういうふうに上がったり下がったりしていくわけですね。こうやってちょっと分かりづらいか、ここおっとこんなキワキワでこういう感じで水位が下がったり、はい、上がったりとかをこうやってですねコントロールすることができるようになっております。なんかこれは結構やっぱり、個人的な観点からしますがやっぱり2データに分けた方が一番、結構コントロールしやすくて分かりやすかったなと思います。なんとか頑張って1つのデータ1つのポリゴン1つのプレーンでやろうと思ったんですけれど、やっぱりハイトの部分でこのボトムの方で、トップをですねなくしちゃいますね。ボトムの方でこのハイトを作った上で、じゃあトランスルーセンスやってしまおうとすると、ここの今石がボコボコあって水色のところがやっぱり透明というか透過表現になってしまいますので、ちゃんとなんかこうやってトップもポリゴン1枚作ってあげる方がデータとして分かりやすいのかなって個人的には思っちゃいましたね。はい、そんな感じで多分こちらもですねなんかウェブの説明画像を見る限り同じ感じでやってんじゃないのかなというふうには感じましたといったところでございます。本日のですねアップデート情報としてはこんな感じなのかなと思っております。他なんかちょっと漏れがないか確認しますね。ですねリストこっちかで、今レンダラが OpenGL っぽくなってしますが、 OpenGL だとこんな感じか。ラスタライザートランスがちょっと外れてますね。トランスルーセンシー、はいはい。でオパシティも外れてるのかな。オパシティ、はい、外れてましたね。はい、こんな感じですね。ですね、漏れが、レンダラーアップデート、ポストエフェクト、トランスルーセンシー、はい、っていう感じでございます。そうですね。で、今度は、次はですね、告知となるんですが、はい、サブスタン 3D ミートアップのですね、関西版が今年も実施させていただきます。はい、このようにですね、10月4日の土曜日、13時半から19時となっておりまして、大阪アミューズメントメディア専門学校ですね、もう去年と同じところですね、で開催させていただきますといったところでございます。この QR コードですね、QR コードから、ですね、リンク飛べますので、はい、そちらでですね、今すぐ登録するというところがございますので、そこから、登録をいただきますと幸いでございます。ゲストスピーカーとしては、アシックスの中田さん、鈴木の五十嵐さん、
東京ファッションテクノロジーラボの木内さんで、フリーランス 3D アーティストからとともかさん、そして、私がちょっとまたこの、同じようにアップデートをですね紹介するような感じなんですが、今回は結構いろんなジャンル、いろんな業界をですねもう網羅しておりますので、いろんな方が楽しめる場となっているのではないでしょうか。はい、もうプロ、アマ、学生問わずですね、3D 制作に携わる全ての方がご参加いただきます。はい、事前登録制となっておりまして、参加費は無料でございますので、ぜひぜひ、関西地域の方々ですね、ぜひともご参加いただけますと幸いでございます。はい、それぞれのサブスタン 3D の活用方法、チップスやノウハウなどをご紹介いただきますという感じで、こちらがですね、やっぱり本当先日もですね、Adobe Day for 3D というサブスタンスデイみたいな感じのちょっとミニ版をですね、縮小版をやったんですが、やっぱりこの懇親会というのが、皆さん登壇し終わった後にございまして、そこが一番やっぱり盛り上がるんですよね。できますし、学生さん側からしたら結構やっぱりもう大先輩方がいっぱいおりますので、そこら辺に例えば就職活動のこととか、そうですね、どんな風なポートフォリオを描いたりとか、どういうなんていうんですかね、CG 制作物、成果物などを載っけたらいいかとか、そういったものをですね、実際のデザイナーの方々にですね、お聞き、いただけるチャンスの場となっておりますので、ぜひぜひ振るってご参加いただけますと幸いでございます。はい。そんな感じで、多分、来月もまたですね、こちらの関西道場のその番組ですね、サブスタン 3D 道場の方で、告知させていただきたいと思います。はい。それではまた1ヶ月後にお会いしましょう。ではでは、来月もお会いしましょう。